天心流氷法第10世主家桑見正雲がお送りします。天心流氷法世田谷支部の、稽古風景解説です。最初に、解説しますのはこの草目抜きという技法のブラッシュアップです。草目抜きは諸学の抜刀技法、そして稽古法です。呼吸法を学び、初心的な体の使い方を学ぶということになっています。横に、刀を抜き払った後に柄頭を溝落ちにぶつけて、大きく後ろに引き下がる。これによって体を、一点に集中するようなイメージとなり、そこから大きく息を吐きながら突き込んでいくという動きとなりますが、柄頭を溝落ちに単に当てるのではなく、溝落ちを通してですね、背中を貫くようにして大きく後ろにまで貫いたようなイメージでぶつけていくと、より姿勢は良くなる。ただこの時背中が丸まりやすくなるので注意が必要となります。貫通するイメージ。柄頭で身を貫通させる。続いて同じく草目抜き、使い立ちの理草書での抜刀を、解説します。基本的にこの技法はゆっくりと大きく伸び伸びと行う、技法ではあるのですが、実践的動き、一拍で行うというのも、ございます。天心流ではいずれの稽古もバランスよく行わなければなりません。そして、実際、諸学的動作ですね、手もしくは心書、楷書と呼ばれるものと、草書、輪と呼ばれる動作、実践的動作はやはり大きく異なる部分があります。切るや否や下がり、下がるや否やもうついていると、ここで下がるというのは相手の反撃を見極めてですね、対応できるようにしたり、次の動作を相手に蹴取りにくいような状態にするなど、さまざまな意味を内包します。ここでは正しい稽古を行うために代謝の動きを確認しています。切られた後左を向き直り、そして溝落ちをつくと。もちろん実践の場合にはどのように動くかは分かりませんが、稽古の中ではあえてそれを規定した上で正しく、手順を学び、動きを学ぶということが大事です。続いては草書理での足運びについてです。ゆっくりの場合には大きく後ろに下がって重心も下がりますが、実践的な場合には前足は宙に浮いたままとして、切るや否や戻るや否や前に出てつくということとなります。続いては座抜けの明暗です。座抜けとは、中心線中積みを外す足さばきを学び、そして抜刀を学ぶ基本の稽古法であり技法です。前の敵に対してないしは後ろの敵に対してこれを、学んだ後には前後挟まれた状態を想定して行います。前の敵を切るや否や後方の敵に振り返り切り返してできるようになれば3人に対してというように、行っている稽古法です。後方の敵に攻撃するというのは非常に難しいことです。なぜならば刀、そして体さばきの移動距離が長くなるからです。その分必然的に敵に、蹴取られやすくなる、ということとなります。ですからいかに後方に対して素早く行動するかと、いうことは、ひいては正面に対してもより良い動きを学ぶということにつながります。続いては両手を用いた袈裟掛けの素振りです。最初はまず手の内を変えるだけという稽古を行っています。陰陽左右の八層の位ないしは袈裟の位と呼ばれる構えを、とっていますが、これを左に持ってくるときに両方の手を持ち替えてですね、左手が上に来るようにしています。天心流ではこうした手の内の変化を両手ないしは手妻などと呼んだりします。持ち替えて切っていく、持ち替えて切っていく、実践の中で、こうしたことを行うのは非常に難しい、ことではありますが、もちろん長じてくる中では真剣を用いた殺し合いですね、実践の中でもこれが自然とできるようでなければなりませんし、何よりも実践で言えば最適化を無意識的に行えるようにする、つまり、気づいたら手を持ち替えていて、気づいたら相手が倒れているというような状態にまで、自らの技法を消化することが非常に重要となります。そうは申しましてもいきなり、これをそのレベルにまで、達せよというのは無理な話ですから、ゆっくりとですね、手順をまず学んでから、
熟練するにつれて、1拍で行っていくというように段階をつけて稽古を行っていきます。やりやすい方でいいかな。これまたちょっとリアルな。で、ここで持ち替える。こっちの発想とこうよね。こうよね。After cutting, assume custom try shift fist cut. Then okay, first assume both side custom. こうでもいいけれど、こうでも。でももうそういうのは全部できますっていう人はこう。どうしても刀を強く握ってしまい、自分の体、手足を使って、刀をコントロールするというところを非常に意識してしまいがちです。もちろん最初の段階ではそれで構いませんが、生じてくる慣れるに従って、自らの手足身を使って刀をぶん回すのではなくて、刀の軌道ですね、最も、通りたがっている道を、動かすために自分がそのガイド役を果たすかのようにですね、あくまでサポートに徹するかのごとく、体、手足を用いるということが非常に重要になってきます。ですから非常にどこまでも優しく繊細でですね、間違っても刀を握ってぶん回すというような形とならないように注意が必要です。必ずちょっとここでちゃんと手しっかり入れ替えて、正しい気持ちの中はもう振り返ってるのは、手足を基本。同じような展示を使うからこそ手のしな。展示でいいんですけど、極力展示ないように展示しちゃってるけど。足が速い。じゃあそれ持ってきたらゆっくりやる。どこも止まらない。2回目は1回も止まらない。1回も止まらない。切りは止まってるんですよ。切り、ここからここまで止まる。ここからここまで。これ早くできなかった。ただそれを早くやろうとしたら、ちっちゃくただやる。そうじゃなくて、一つの流れの中でやる。続いては案に対しての跳ね抜きです。跳ね抜きとは、拝み抜きを跳ねて行う、飛んで行うというようなものです。通常は正面であったり、任意を右左に、向かって飛ぶのですが、ここでは後ろですね、案に対して行っています。後方から、誰かがつけてくる、そうした際に用いています。後ろ振り返りつつ、扇子を投げる、これを飛線と呼びますが、それを行いながら、バットをそして同時に跳ねて、小さく飛び石ですね、川に対して投げていくような石を投げるような遊びがありますが、あれのように低く跳ねる、そしてバットを浅く切っていくという技法になります。続いて観音開きの陽の古典のブラッシュアップです。
相手の刀を受け支え、そして返して切ります。基本的に古典ですから甲冑を着用しているような場合などを想定していますが、相手の刀を受ける際に普通に抜刀しながら体さばきを行うと、慣性の法則で身に刀が寄ってきます。そうすると受けは非常に弱くなる。これは同じような観音開きの逆刀の場合には身に寄せるのは非常に抜刀と、両手ですね、手を持ち替える動作は素早く行えるので非常に有効となりますが、観音開きの場合は逆となってしまいます。ですから抜刀の際に刀を、相手の刀の方向に置き去りにするかのごとくしてその後に自らの身を転じて支えていくと非常に良い動きとなります。今回はこの辺で。